こんにちは、MD ジャックです。暑い日が続く中、体力を削られながら動画を作っています。サウンドチェック時、ヘッドフォンでのモニターは厳しいですね。こんにちは、愛です。骨伝導ではないですけど、耳を塞がないイヤホンをつけて読書ばかりしています。さて今回は KZ の TWS で VXS です。ピークの SK10 以来だと思います。愛ちゃんが初めてミミーちゃんとのコンビでメインナビゲーターをやった動画だったね。そういえばミミーちゃんどうしたかな。秋には戻ってくるって言ってましたよ。なんか色々忙しいんですって。そっか、また衣装チェンジしてきそうだね。ですね、楽しみです。では早速見ていきましょう。価格がありでクーポン使ったりすると7000円ぐらいで買えるようだね。機能面で特筆する部分があまりないのでちょっと高いかなという印象。 QCC3040 チップ搭載 Bluetooth 5.2 aptX アダプティブでつながり、販売ページにもこの表記があるので公式対応なのかなと。 KZ の仕様はあまり細かく公表しない印象だけど aptX アダプティブでつながったのは事実。ドライバーは 10mm のダイナミックドライバー1機。この頃 BA 搭載モデルが極端に減った気がするね。そうですね、一時期の BA ハイブリッドモデルが懐かしく感じます。このチャンネルでも 7BA 対決なんてタイトルで動画作りましたよね。そうそう、懐かしいわ。今年はプレイナードライバー搭載モデルが流行りっぽくなってきてるかな。 KZ からもプレイナードライバー搭載モデル出ないかな。本体の形状は有線モデルを踏襲したものばかりなので厚みが少し気になったり、それなりに大きい割にバッテリーの持ちが良くないなど昔から抱えている弱点があまり解消されていない気がする。連続稼働時間が本体のみで以前は3時間なんてモデルもあり、 VXS は5時間ということで良くなった方だけど、充電ケースは丸型のものが多くデザインはなかなかいい感じ。格納時余裕があるので幅広くイヤピ交換が可能だけど、本体の厚みがあるので軸の短いイヤピの方が安定はいいかも。実際装着感はどう？大きさはまあこのくらいなら大丈夫ですけど、やはり厚みを感じますね。少しはみ出ます。愛はショートスティックタイプのモデルの方がフィット感はいいですね。 KZ もショートスティックタイプのモデル発売しないかな。発売になったらちょっと話題になるかな。 KZ からうどんが出ましたって。だからジャックさん言い方。はいはい、ショートスティックね。レイテンシーの参考値はこんな感じ。 Windows PC aptX 接続ハイパフォーマンスモードで約85ミリセック。音ゲー以外ならまず問題ないレベルでしょ。 KZ のレイテンシーは以前からなかなか優秀だなという印象。販売ページに左側3タップでフルパワーアウトプットモードって書いてあるんでやってみたんですけど、どっち側を3タップしてもハイパフォーマンスモードになっちゃいました。あれれ、ほんとだ、中華あるあるか。ではサウンドチェックに行きましょう。そうだね、今回はちょっと古めのモデルだけど KZ-SE08 と比較してみることにした。イヤピはムーンブロックスプリングティップスで収録。詳細は後ほど。ではどうぞ。音量上がります。では後半スタートです。まず、イヤピの選択理由と比較波形から。いつものように、ファイナル E は6キロ付近での減衰幅が大きいですね。
今回は低域に負けない広域が欲しかったので、ファイナル E は選択肢から外し、ウィーザー ET100 は装着感が VXS に今一つ合わないと感じ、これも選択肢から除外しました。残った4タイプの中で平均的なのが TAPB とスプリングティップスです。どちらでも良かったんですけど、装着時のホールド感がしっくりきたスプリングティップスをチョイスしました。軸の短いタイプを選んで VXS の厚み対策とするなら、ファイナル E、4TWS もありですね。次に VXS のシングル波形ね。低域の強調が顕著だけど、中域の減衰はかなり控えめ。2キロ以降の広域の出方がなかなかいい感じ。特に3キロ付近がこういうカーブを描くのは KZ の中ではかなり珍しいというか、初めて見たかも。KZ で似たカーブを描いてるモデルを探したけど、手持ちでは見つからなかった。低域は KZ らしさが残っているけど、チューニングの印象はかなり変わったなぁと、その根拠がこれ。2年ほど前に購入し、サウンドチェックでも登場した SA08。当時のレビュー動画では、音いいです、なんて言ってた自分がちょっと恥ずかしいかも。今聞いてみると、波形の通り、まあ、それなりに癖があり、ホワイトノイズがちょっと気になる。そして、明らかな違いはここで、かなりのドンシャリチューニング。ここに、1年ほど前に買った SK10 の波形も重ねてみる。減衰ポイントこそ SA08 と少し違うけど、中域はかなりの減衰幅。広域が SA08 と VXS 両方のピークを持つので、かなりドンシャリでシャリ強。SA08 は片側 4BA のフル BA モデル、SK10 は 1BA プラス 1DD のハイブリッドモデルで、ドライバー構成が違うから同じ条件での比較ではないけど、この2モデルとの比較で VXS はかなりドンシャリ感が薄いことと、KZ の過去モデルに強めのドンシャリチューニングが多かったことがわかる。本質はどう聞いても低域が強すぎに感じます。量感優先でベースラインが今一つはっきりせず、他の帯域をマスクする傾向で、中広域から広域も今一つすっきりしません。だよねー。なので、こんな風に低域を抑えてみると、大きく印象が変化した。低域にマスクされていた帯域が鮮明になり、もともと良かった中域以上のチューニングも影響し、迫力と繊細さを兼ね、アプト X アダプティブ接続ということもあり、音の粒立ちもはっきりしている。特に中域をあまり抑えていないので、不自然さが少ない。中広域から広域にかけては、3層構造のようなレイヤーに、メロディーライン、リズムの刻み、残響空間があり、適度に分離しているように聞こえる。ダイナミックドライバー1機だからか、ホワイトノイズを感じることもなく、KZ の TWS ってダイナミックドライバーの方がいいんじゃないなんて思ってしまった。そして曲をいろいろ聞き込んで、さらに補正したのがこれ。あえて中域を少し落としたのは、この帯域は出過ぎればモワモワした感じになるので、聞きながら少しスッキリ感が出るように調整。広域は10キロ付近の減衰を抑えることで、シンバル系の響き方を別レイヤーから出すイメージが、よりはっきり感じられるようになった。まあ、この辺はお好み次第ということで。TWS の機能面で大きく惹かれる部分はないので、このスペックで戦えるのかとちょっと疑問に感じています。例えばイヤーフック CCA-BTX とダイナミックドライバーモデルライラの組み合わせが同じぐらいの価格なので、 BTX にいろいろな優先モデルを換装し使用できるメリットを考慮すると、こちらの方が魅力的かなとも思っていました。視聴してみると、ライラのチューニングもかなりいいですけど、BTX とライラの組み合わせが VXS に比べてちょっと平面的な質感ですかね。そうだね、奥行き感が不足気味かな。ライラは音が近く感じるのが特徴だから。VXS が補正なしでこの音質だったらかなり押せるので、その点が惜しいですが、中広域のチューニングに珍しい特徴もあり、補正次第でかなりいい質感で聴けることが分かりました。ノイキャンも外音取り込みもないですが、VXS でいろいろ聴いてみたいと思えること、TWS で聴いているということを忘れてしまいそうだったので、補正がうまくできる人にはおすすめしたいですね。ということで、KZ、VXS のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。